ほらほら、ガジバジくん、お友達が増えるよ。うわ、なんだこいつは。ロボット？ Gadget Budget。 皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。SF 映画やアニメに登場する対話できるロボット、宇宙規模の大戦争を描いた SF 超大作に出てくる C3PO だったり、巨大な悪に立ち向かう現代の騎士が乗っているスーパーカーキッとある機動隊の公安休暇に配備されているタコマと魅力的なキャラクターがたくさんいますよね。そんな会話ができて忠実で頼れるロボットに憧れませんか？実はもう架空の世界の話ではなくなってきているんですよ。2015年ソフトバンクがペッパーくんを発売しました。価格は当時約20万円。現在はレンタルしかしていないようですが、この頃からロボットが身近になったような気がします。2019年グルーブ X 株式会社がロボットを発売。これは言葉は話さないものの、めでる対象として可愛さに全振りしたロボットです。2021年にはガストなどスカイラークグループで猫型配膳ロボットが登場します。これ頭を撫でるとくすぐったいにゃって反応するの知ってます？最近では AI 連携で会話できるモデルもあるのだとか。2025年ミクシーが開発したロミが登場。日常会話が可能なロボットとして小型化、低価格化が一気に進み、一般的に手の届くレベルになってきました。そんなロボット化時の真っ只中で、とあるシンデレラストーリーがあったのはご存知ですか？スタックちゃん。これは電子工作界の有名メーカーである中国の M5 スタック社のパーツを使って2021年に日本のエンジニアさんである宍川氏が作った小型ロボットなんです。しかもこれ機械を制御するためのソフトウェアからボディの設計図、基板の配線図まで全てオープンソースになっており、誰もが設計図を参考に作れるようになっています。そこから電子工作の猛者たちが猫耳をつけよう、木製で作ってみようという様々なアレンジがされたり、 LED を点灯させる、顔の表情を変えるといったプログラムや、最近ではこれに AI を組み込んで賢くおしゃべりするロボットに改造する人が世界で続出しています。宍川氏が全てをオープンにした結果、世界中のものづくり大好き人間たちが俺も作りたい、私も改造したと盛り上がりし、一大コミュニティが形成されました。その熱狂を見た M5 スタック社が、素晴らしいこのロボットをぜひ公式製品にさせてくれと熱望したのです。そしてクラウドファンディングを経て、なんと2026年5月 M5 スタック公式の完成品キット M5 スタックちゃんとして日本でも一般販売が開始されました。すごい話だと思いませんか？一人の日本人エンジニアが趣味で作ったロボットが世界中のファンの手で育てられ、最終的に海外の巨大メーカーを動かして公式製品になるという電子工作界のドリームストーリーなんです。そんなスタックちゃんがここにあります。実は私、電子工作の経験がないんですよ。ラズベリーパイとかやってみたいなと思っていたんですが、興味はあるもののやってなかったんですよね。でも大丈夫。これ完成品なんです。早速開けていきましょう。私はアリエクスプレスの M5 スタック公式ショップから購入しました。日本国内ではスイッチサイエンスさんが代理店をされていますが、私が見た時はもう売り切れでしたね。ちなみに名前のスタックちゃんですが、 M5 スタックのスタックに継承であるちゃんがついているので、スタックちゃんちゃんというのは間違いのようです。そして半角で表記するのが正式のようですね。さあ、がんじがらめの箱を開けまして、中にはクッション材、そして新製品の紹介カードが入っています。これも興味深いポケコンのような製品でしょうか？あ、中の箱がっつりへこんでいますね。大丈夫でしょうか？初期不良や返品は避けたいところです。スライドしてオープン。多言語マニュアルです。
日本語もあります。イラスト付きでわかりやすそうですね。そして可愛らしいステッカーが入っていました。USB ケーブルはタイプ A to C。そして本体です。本体へのダメージはなさそうですね。中身は以上です。では本体見ていきましょう。あ、本当に小さいですね。手のひらサイズです。このサイズ感も人気の理由なのかもしれません。正面にはカメラ、そしてマイク、センサー類が見えます。側面の点々はスピーカー穴でしょうか。背面にはタイプ C ポート。側面には電源ボタンに、こちらにもタイプ C、そして拡張コネクタが見えます。上にもコネクタと赤外線ポート。底面には滑り止めのゴム足がついています。技的マークもありますね。重さは SD カードなしで 187g です。サイズは大体ですが、幅 5.4、奥行き 6.2、高さは7センチくらいでしょうか。ほらほら、ガジバジくん、お友達が増えるよ。うわ、なんだこいつは。ロボット？スタックちゃんだよ。とりあえずスペック見てみてよ。僕も電子工作は経験がないから詳しく説明できないかもしれないけど、見てみるか。スタックちゃんはメインコントローラに M5 スタックの Core3 が使われているみたいだ。SoC は ESP32S3 みたいだな。この顔の部分、これが小さなコンピュータになっていて、様々な機能がついているみたいだ。例えば 2.4GHz 通信のみだけど Wi-Fi が使えて Bluetooth にも対応。そしてテレビのリモコンとかで使われる赤外線通信もできる。有線接続では USB OTG に対応。その他コントローラとやり取りを行うための GPIO や UART など通信ポートを備えているぞ。画面はタッチセンサー対応の2インチの IPS 液晶。解像度は 320×240 だ。解像度は少ないものの正面にはカメラも搭載しているぞ。それから標準搭載されているセンサーもいろいろあるな。スマホにもついている近接センサーに照度センサー、マイクにスピーカー、加速度センサー、ジャイロスコープ、磁気センサーも搭載。タッチセンサーに IC カードなんかを読み取る NFC も搭載している。拡張関連を見てみよう。マイクロ SD カードに対応。最大容量は記載がないけど FAT32 でフォーマットする記載があったから16から 32GB あたりが無難かな。それからグローブというのは IoT 機器向けの接続規格で、ハンダ付けや専門知識がなくてもグローブに対応している機器同士を接続することができるらしい。これはスタックちゃんのパワーアップや改造する楽しみが増えるな。さらにレゴブロックと互換するとのこと。レゴと組み合わせて使うこともできるみたいだ。これは夢が広がるな。バッテリーは 550mAh。あまり大きくないから連続稼働時間としては2、3時間程度かな。電源ケーブルを差しっぱなしにすれば良いけど、バッテリー容量を拡張する改造も面白そうだな。スペックはこんな感じかな。僕でもなんとか理解できる内容でちょっとホッとしたよ。標準でも機能盛りだくさんですね。さらにハードウェアの拡張もできるし、プログラムを作ってソフト開発もできちゃうんですよね。そうなんだ。改造や開発はちょっと敷居が高そうだから、まずは標準的に AI ロボットとして動作させてみようよ。そうですね。じゃ、
早速電源を入れてみましょう。